岩手県北部に位置する人口1万2000人の小さな町、一戸町。町は東京2020オリンピック・パラリンピック開催に向け、南米の国パラグアイのホストタウンになりました。ホストタウンとは、大会に参加する国や地域の人たちを迎え入れ、スポーツや文化を通じたさまざまな交流を図る市や町のこと。これをきっかけに、国籍や人種の違い、そして障害のあるなしにかかわらず、すべての人にとって安全で居心地のいい共生社会ホストタウンを実現しようと、バリアフリーやユニバーサルデザインを取り入れた優しいまちづくりに取り組んでいます。今回は授業の一環でバリアフリーを学んでいる地元の小学生が、街を歩いてバリアフリーの現状を把握、今後のまちづくりに生かすためのバリアフリーマップを作成することにしました。私たちの社会には、見た目や性格はもちろん、年齢や性別、国籍などさまざまな違いを持つ人々が共に暮らしています。その中には障害のある人たちもいます。障害には手足が不自由、目が見えないといった身体の障害のほか、知的障害、精神障害、発達障害などがあり、中には心臓や呼吸器、免疫などの機能がうまく働かない内部障害など、見た目では分かりにくい障害もあります。バリアフリーとは、社会で暮らすさまざまな人たち、特に障害を持つ人たちが日常生活を送る上での壁、つまりバリアとなるものをなくしてフリーにすること。例えば身体障害などで車椅子を必要とする人にとっては、こんなバリアがあります。さらにこうした物理的なバリアのほかに、偏見や心ない言葉といった意識上のバリア、目が見えず案内板が読めない、耳が聞こえずアナウンスが聞こえないなど、必要な情報を得ることのできない文化・情報面でのバリアなども存在しています。障害の有無、そして障害の種類によってもバリアになるものはそれぞれです。自分にとっては何でもないようなことが、実は誰かにとってはバリアになっているかもしれない。そんなバリアの存在をみんなで意識することが、バリアフリー実現のための第一歩になるのです。今回、子どもたちは班に分かれて、パラグアイの選手や関係者が訪れる予定の施設を訪問。実際に車椅子に乗ったり押してみたりしながら、どんなバリアがあるかをチェックし、気づいたことを記録して持ち帰り、バリアフリーマップに書き込むことにしました。ここは一戸町総合運動公園。陸上競技場や野球場、テニスコート、トレーニングルームなどを備えた施設で、県北地区のスポーツを支える拠点の一つになっています。子どもたちはスロープを車椅子で移動してみたり、車椅子目線で自動販売機やトイレの使い勝手をチェック。別の班が訪れたのは御所の縄文遺跡。世界遺産登録を目指す北海道東北の縄文遺跡群の構成遺産の一つとして国内外から注目されています。多くの観光客が訪れる場所でもあり、一戸町で最もバリアフリー化が進んでいる施設といえます。入り口の吊り橋や展示室は段差がなくフラット。
その他一戸小学校のプール、宿泊予定となっている奥中山高原ホテルなども同じようにチェックしました。街中のバリア探しから戻ってきた子どもたちは早速バリアフリーマップ作りに取り掛かります。調査で撮影した画像を地図に貼り付けていくのと同時に、バリアがあったところ、バリアフリーだったところなど、調査で気づいたことも付箋に書いてどんどん貼っていきます。普段自分たちが意識していないバリアについて知る、気づく、考えるきっかけになった今回のマップ作り。こうしたバリアの存在を意識する視点を子どもたちだけでなく町民みんなで持つことがホストタウンに必要不可欠な優しいまちづくりの実現につながります。パラグアイの方々を迎え入れるホストタウンとして、そしてこの町に住むすべての人にとって安全で暮らしやすい町を作るため、バリアフリー化に取り組む一戸町。そのためには施設のバリアフリーだけではなく、それぞれの違いを持つ人たちの存在を理解し尊重し合うことのできる心のバリアフリーも大切です。地域住民一人一人の意識と行動が優しいまちづくりの実現につながります。町がもっと障害者が暮らしやすい町になるといいと思います。完成できたので良かったです。面白かったです。障害がある人を見たら、僕にできることはありますかとか、そういうことを話してあげればなんかいいかなっていうのが分かりました。はい。